皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、やっちゃいましたね。はい、もう新年早々本当にやってしまいました。このね、水槽部屋の移設作業は全然関係なくてですね、これは着々と進めてはいっています。やる気がね、なかなか出ないっていうのは問題点なんですが、なんとか一つずつ進めていっているところです。いや、今回はですね、これなんです。レッドデビルエンゼルフィッシュの赤ちゃん、これね、半年前ぐらいに、生まれたこの稚魚たち、かなりね、成長してくれていました。それが半年経過していなくなりました。やっちゃいましたね。いや、もうこれはもう本当にね、久しぶりに、いや、ちゃうか、結構やってるんですけど、いやでね、その赤ちゃんを産んだこちらのレッドデビルエンゼルフィッシュのこのお母さんとお父さんですよね。これも一回ね、シーズンは終わって、はい、元の水槽に戻して、いう風に、してたんですけど、いなくなりました。なんで、そう思われた方、私もね、全く同じ気持ちで、いや、これね、1匹だけ残ってるっていうのが皆さんこれ見たらお分かりになると思うんですけど、これはですね、赤ちゃん産んでないレッドデビルさんなんですよね。だから今回ですね、レッドデビルエンゼルフィッシュを赤ちゃん産んだその親が2人とも、いや、2人って言うても2匹ともですね、ダメになってしまったんですよね。で、これ原因なんですけど、まずこのグラスキャットさんちょっと見てください。このグラスキャット1匹手前にいるやつですね、この尾ひれとかひれにですね、ちょっと白い点々がついているのがわかると思うんですが、結果的に、このグラスキャットさんも後々ダメになってしまうんですけど、いやー、これね、白点病ですよね。で、それに伴い、お腐れ病みたいなね、この尾びれがこう腐ってしまう、ちょっとこう、溶けるみたいな、そういう状態にこのグラスキャットさんがなっていたと。で、これ私ね、全然気づかなかったんですよね。っていうのもこのグラスキャットさんで結構臆病な性格してまして、なかなかねこの前面に出てきてくれなくて、この流木の影とか物陰にひっそりと隠れてることが多かったんですよね。でそれからしばらくして、レッドデビルエンゼルフィッシュさんがこういなくなるっていうような状態になってしまいました。でこれ全ての原因私ねもう分かってて、温度です。というか水温がめちゃくちゃ低くなった時期があったということなんですよね。いやこれね、なかなかこう自宅とかだと今までこういうのなかったので、ちょっとこのテナント部屋に移ってからですね、いやまさかこういうことになるとはっていうふうに、今ちょっと思ってて、すごく今反省している、状態なんですが、いや水温がですね、多分12月のある時期にですね、かなり一気に寒くなった時期がありまして、いやその時にですね、部屋の温度が下がって、それに伴い水温もかなり低下してしまった時期が一時だけあったんですよね。で、この水温についてはですね、ちょっともう一つ、やってしまったことがあって、これ自宅にある私のこのアクアテラリウム水槽、これ唯一ね、私の自宅に残っている水槽なんですが、旅行にですね、旅行って言っても1泊2日、なかなかね、アクアリウムやってる方でこう長期で旅行行くってできないと思うんですが、私もね、1泊2日だけ、旅行に1回行ったことがあるんですよね、この冬に。で、私、基本的に自宅でも常にね、これリビングなんですけど、リビングもエアコンを、24時間、冬場ですね、冬場は24時間エアコンをずっとつけっぱなしにしていまして、で、旅行に行くときも、私ね、ちゃんとつけっぱなしにというか、消さなかったんですけど、帰ったらですね、消えていて、はい。で、これなんで消えてたかって言いますと、妻がですね、消してしまったと。いやー、もうヒューマンエラーですよね。いやー。で、結果的に、6匹、もともといたラスボラエスペイの1匹がですね、ちょっとダメになっている状態で、はい、帰ったら、いや、発見しまして、特に病気にかかってるとか、そういう状態ではなかったと思うんですけどね、やっぱり、水温的にはおそらく15度ぐらいに、時行ったんじゃないかなと、もう本当にね、この1日ぐらいだけのことやと思うんですけど、だから一気に多分ね、水温が下がったというのが、一番の原因だと思うんですよね。
はい、ということで、この冬ね、ちょっと自宅でもテナント部屋でも、ちょっとやらかしてしまったんですよね。で、自宅は置いといて、テナントで実際どういう状況が起こっていたかということを、今日はね、少しご説明をしたいと思います。で、こういったミスはですね、もうちょっと共有させていただくことで、皆さんもね、こういったことがないようにっていう風に、なんかこう、反面教師的にね、考えていただければ、動画にする意味があるかなと思います。ですね、このテナント部屋、20畳弱と、そこそこね、こう大きな、空間であるんですが、エアコンでこれもね、ずっと管理しています。で、夏場のこの電気代っていうことで、夏場もね、私エアコン管理ずっとやっていて、で、冷房ですよね。で、それが多分エアコン代だけでだいたい3000円ぐらいかなっていうのが、ピーク時で3000円ぐらい。で、おそらく冬場だったら2倍ぐらい6000円ぐらいかなっていう風な、予想を立てていて、で、11月ぐらい結構皆さんあったかかったですよね。で、12月の中旬から後半にかけて、なんか一気にガーッとこう、気温が下がった時期あったと思うんですが、ちょうどね、手前ぐらいで、いや、なんとなくこの電気代が気になってきて、エアコンの温度をですね、ちょっとだけ下げたんですよね、その最大の設定温度を。で、ちょうどその次の日ぐらい、2日後ぐらいかな、2日後ぐらいにガーンって冷え込んだ時期があって、で、その時に多分ね、一気に水温も、いや、どれぐらいやろ、多分これ、部屋の温度見るとですね、最低温度が15点ちょっとみたいになってる時がね、記録として残ってるんですよ。で、多分、ちょうどその時期やと思うんですよね。で、部屋の温度が15度ぐらいになるってことは、水温もそれぐらいに近づいてくると。で、一気にこう外がね、気温が冷え込んでくると、もう水温もこうね、ガッとこう下がってくる。おそらく水温の方が緩やかに下がると思うんですが、1日とか2日の間にかなりこう冷え込んでくるんですよね。で、多分そのタイミングで、魚のこう抵抗力とかがこう下がって、病気とかにかかりやすいような、そういう状態になったんだと思うんですよね。で、そこからグラスキャットが白点病。で、それに私気づかず、その中にいたレッドデビルエンゼルフィッシュにも、影響があったと。で、制御の方のレッドデビルエンゼルフィッシュっていうのも、もうなくなるね、最後ら辺は、やっぱりこのヒレっていうのが、溶けかけたりとかしてましたので、もうちょっとね、薬浴とかする間もなく落ちてしまったと、もうそういう状態になります。で、ましてやね、レッドデビルエンゼルフィッシュ、稚魚も結構半年で大きくなってきたとはいえ、まだまだ幼魚というか稚魚の段階ですので、やっぱりね、抵抗力とかもすごく低い。で、水温とかにも敏感だっていうところで、いや、そこだけでもね、ヒーターとか入れたりとか、やりようはね、いくらでもあったと思うんですよね。だから今回そこがですね、いやもうちょっと全滅と、いうことになりまして、めちゃくちゃ後悔しているのと、残念な報告になってしまったということになります。はい、でもう一つ気になるのが水替えの時の水温変化っていうのもやっぱりね気にはなっていて、これ今私水槽部屋で、基本的にそんなにね一気に水替えしないようにはしてたんですが、水温これ冬場の水温を測ってみると12、3度ぐらいなんですよね。でこれを一気に変えてしまうとかなりの温度の急激な変化になりますので、これはね避けないといけないと思って、ちょっとずつ水替えをするっていうようなことはしていました。ただそれでもやっぱりね水温がこう下がったりっていう原因になってくるので、やっぱり本来やったらねこうもう少し温かい水っていうのを水替えの時に追加していくっていうのが、必要だったのかなと思います。で実はこの部屋ね給湯とかないんですよね。でこれ一応ですね夜間にこう水を沸かしたものを冷たい水に入れて、で、水温の変化っていうのをねちょっとこうマシにしようかなという試みをやっとしたりしてるんですけども、ちょっとね時すでに遅しでしたね。でそもそもねなんでこんな風なことになってしまったかっていうところで、いや皆さんからしたらねもしかしたら考えられないようなミスかもしれません。で私ですねアクアリウムやってもう3年ぐらい、経過してまして、いや実はこういう経験初めてなんですよね。今まで自宅でやってた時は4.5畳というすごく狭い空間の中でアクアリウムやってまして、で24時間ずっとエアコン管理でやってました。
で、その時にこんなことっていうのは一切起こらなくて、で、これ起こったのが結局、やはりこのテナント部屋っていうのはかなり広い空間だったと。いうことと、で、しかも断熱性能なんかもね、全然ないような窓、サッシとか使ってるので、急激な温度変化に、やはりね、こうかなり影響を受けるようなところだったんだと思います。若干対策はしていましたが、それでもね、不十分だったのかなと思います。で、今回ダメになった生態が、グラスキャットとレッドデビルエンゼルフィッシュっていうことで、他のね、生態、例えばここに映っているこれがですね、ドクターフィッシュ、ガラルファなんですが、ガラルファと言いますと、こう温泉地帯とかで、よくね、いるということで、以前ご紹介させていただいた生態で、この、ドクターフィッシュは、結構高水温、30何度ぐらいまでが耐えれる。で、最低が25度ぐらいっていう風にありまして、いや、さっき本来ならばこっちの方が、低水温に耐えられないのかなっていう風に思ってたんですが、ガラルファさんはですね、全然大丈夫でした。だからこの辺のこう情報とか、私もあんまり経験で分かってなくて、レッドデビルエンゼルフィッシュの方が結果的には水温の変化に弱かったっていう風にね、思いました。根本的な原因はね、やっぱり水温っていうのを私多分舐めてました。そこが一番の原因ですよね。基本的にはこう水槽のね、ヒーターとか入れればよかったんですけど、いやー、なかなか、エアコン管理でいけるかなって舐めてた部分があって、で、家のね、自宅やったら、慣れてたんですけど、やっぱりこういうね、新しく移ってきた場所で、全然分かってない冬を初めてこう経験するっていうところで、やってしまった、起こってしまった、私のミスっていうところで、もう今回本当に、新年早々ですね、やってしまったということで、正直にお話をさせていただきました。はい、ということで今回は非常に残念なご報告となってしまいました。なんとか、これをなんと言いますか、教訓に私もしないといけないなと思いますし、ぜひ皆さんもね、本当に気をつけてください。水温の急激な変化、特にね、急激な変化っていうのは生態にとってすごく大きなダメージになりますので、ぜひ皆さんもこの冬、本当に気をつけていただきたいなと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ頑張れという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。